ねえきなこ、AI エージェントってもうどの会社も当たり前みたいに本番でバリバリ動かしてるんだよね。それがね、実は本番でちゃんと動かせてるのはほんの一握りの企業だけなの。多くはお試しの段階でつまずいて、理想と現実のギャップに止まっちゃうんだよ。そうなの？てっきりもうみんな普通に本番で使いこなしてるイメージだったのに、ちょっと意外だな。ある調査だと AI に一番進んでる企業だって本番までスケールできてるのはたった 11% くらいって言われてるの。11%？ それほとんど動いてへんやん。ところがね、その一方で Uber や JP モルガン、リンクトインみたいな大企業はある道具を使って本番のエージェントをちゃんと動かしてるの。何それ？矛盾してない？本番で動かせてない会社とバリバリ動かしてる会社が同時にあるってことを？どういうことなの？そこが今日の話の入り口なの。その大きな差を生んでる道具、それがランググラフって言うんだよ。ラングラフ？ごめん、それ全然聞いたことないな。名前からしてなんか難しそうやけど。この動画を最後まで見ると、エージェントが本番で動かない POC 地獄の正体とランググラフが本番の急衝動を抑えてるかがわかるよ。それにさっきの 11% とか業界標準って言葉をどう読めば数字に騙されないか、その見極め方まで一緒に見ていくの。じゃあなんで大企業だけ本番で動かせてるの？そこにそのランググラフってやつが関係してるってことをめっちゃ気になる。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。さっきの大企業だけが本番でエージェントを動かせてるって、裏を返せばほとんどの会社は本番に行けてないってことを。そう、そこに気づけたのは鋭いね。実はその本番稼働率 11% って数字、あちこちで一人歩きして誤解を生んでるの。 11%？ 100社あって11社しか動いてへんの？ AI エージェントもう終わりやん。そこが落とし穴なの。その 11% の読み方を間違えると話がまるっきり逆に見えちゃうんだよ。11% は KPMG の調査でね、 AI が特に成熟したリーダー企業がエージェントを本番までスケールできた割合なの。つまりこれ AI エージェント全体の稼働率じゃないの。5集団は売上10億ドル超の大企業が中心で2110社なんだよ。じゃあ全体で11社って意味じゃないんだ。一番進んでる会社の中でさえ本番まで行けたのが 11% ってことを？そういうこと。実際ね、ラングチェーンが現場の実務者1340人に聞いた別の調査だと 57% が本番で動かしてるって答えてるの。でも 11% と 57% をなべて比べちゃダメ。測ってる5集団も本番の定義も全然違うから、並べた瞬間に誤読するんだよ。うわ、数字によって全然違うじゃん。同じ AI エージェントの話なのに、結局どれを信じたらいいの？どれも本物の数字なんだよ。ただ何を測ったかがバラバラなだけ。だから1個ずつ名札をつけて読むのが大事なの。名札って数字それぞれにこれは何を測った数字かって書いたシールを貼って区別するみたいなことを。そういうこと。例えばガートナーはエージェント案件の 40% 超が2027年末までに中止されるって厳しい予測を出してるの。マッキンゼーだと1業務でもスケールできた企業は 23% だけ。 MIT は生成 AI 導入の約 95% がリターンを出せてないって。どれもバラバラの調査やのに、みんなこう揃えて作ったのに本番で使えてへんって言うてるんやな。要するに作った AI エージェントが全部ボツになる POC 地獄ってやつやろ。惜しい。全部ボツじゃなくて、試作段階では動くのに本番の壁を越えられずそこで止まる。その状態を POC 地獄って呼ぶの。じゃあさ、その本番までちゃんといける少数の会社は一体何を持ってるんだろう？さっき言ってた本番に行ける会社は何を持ってるかって話。結局その正体って何だったの？そこなんだよね。多くの会社はエージェントの動きを地図みたいに一歩ずつ設計できる専用の道具を使ってるの。地図？処理の順番を線でつないでいって次どこに行くかを一個ずつ決めてくみたいなイメージのことを。その感覚で大体やってるよ。
実はその地図で組み立てる道具ランググラフって名前がちゃんとついてるの。あ、それ聞いたことあるわ。要するにラングチェーンのおまけ機能ってことやろ。そこみんな勘違いするとこなの。ランググラフはラングチェーンとは別の製品で上位モジュールでもおまけでもないんだよ。完全に別物なの？てっきりラングチェーンの中に入ってる機能の一つだとずっと思い込んでたよ。そうなの。ラングチェーンがなくてもランググラフ単体で動くって公式ドキュメントにもはっきり書いてあるの。公式の定義だと長く動き続ける状態を持つエージェントを作るための低レベルなオーケストレーションの枠組みなんだよ。オーケストレーション、低レベル。なんか言葉が難しくて聞くだけで余計に複雑になった気がするんだけど。大丈夫、むしろ逆なの。低レベルっていうのは細かいところまで自分で作り込めるって意味で大雑把の正反対だと思ってね。その分組むのに手間はかかるけど本番で必要になる細かい制御を全部自分の手でしっかり握れるようになるの。なるほど。とりあえず試して作るんじゃなくて、あえて細かいとこまで作り込める方を選ぶってことか。そういうこと。しかもランググラフはワークフローをグラフつまり図として組み立てるの。その骨組みはたった3つだけなんだよ。1つ目はステート。エージェントが処理の間中ずっと持ち回るデータでいわば今の状況をまとめたメモだと思ってね。2つ目はノード。処理の各ステップそのもの。3つ目はエッジ。次にどのノードへ進むかを決める分かれ道の役割なの。このステートとノードとエッジを組み立てて最後にコンパイルを呼んであげるとようやく実行できる形になるんだよ。でもその低レベルさが本番で何の役に立つん？ちょっと待ってよ。何時間もかかる長い処理の途中でもしサーバーが落ちたらそれまで積み上げた作業が全部パーになっちゃうんじゃないの？本番のサービスでそんなことが起きたらユーザーにも迷惑がかかるし、想像しただけで胃がキリキリしてくるよ。そう思うよね。実はね、私も最初はそこが一番の不安だったの。でもランググラフはまさにその怖さを正面から解決してくれる設計なんだよ。秘密羽ね。処理を一つ前に進めるたびにグラフが持っている状態を丸ごと外に保存してくれる仕組みにあるの。状態を丸ごと保存？なんだか難しそうな専門用語が急に出てきて、正直僕にはちょっと荷が重い気がして身構えちゃうな。難しく考えなくて大丈夫だよ。ゲームのセーブポイントを思い浮かべてみて、強いボスの手前でセーブしておくと安心でしょ。あれと全く同じでね。処理の切りがいいところで今のデータの状態をそっくりそのまま記録して残しておくんだよ。ああ、セーブさえしてあれば途中でゲームオーバーになってもその地点からやり直せるってことか。なるほど。その通り。この記録したものをチェックポイント、記録を残しておく動作のことを永続化って呼ぶんだよ。じゃあもし本番の最中にサーバーが落ちても最後に残したチェックポイントからちゃんと続きを再開できるってことを？そうなの。サーバーが途中で再起動しても保存しておいた状態を読み込んで続きから何事もなかったように動くんだよ。それやったら何時間かかる処理でも安心して任せられるやん。本番でも怖くないしめっちゃ心強いな。この保存するタイミングをスーパーステップ境界っていうの。ノードの実行の途中じゃなくて処理の区切りで保存するんだよ。なぜわざわざ区切りで保存するかっていうと、途中だと状態が中途半端になっちゃうから、区切りなら矛盾なくきれいに残せるの。実はこの区切りで進める考え方、Google の大規模グラフ処理プレゲルっていうモデルに着想を得ているんだよ。機械が勝手に続きから進んでくれるのはよくわかった。でも人間が途中で内容を確認したいときはどうするの？機械が勝手に最後まで進む仕組みは分かったよ。でも便利すぎて逆に怖いねん。途中で僕が止めて中身を確認したいときはどうすんの？すごくいい質問だね。実はそこが本番で動くエージェントに絶対欠かせない設計なの。機械任せにしきらず人間がちゃんと途中で介在できる余地を残すってこと。そう、それ AI が勝手に全部やったら怖いやん。確認ものしに勝手にメール送信とかお金の決済とかされたらたまったもんやないわ。
その不安にちゃんと答えるのがインタラプトっていう関数なんだよ。グラフの実行をあらかじめ決めておいた地点でピタッと一時停止させる合図なの。インタラプトをまた横文字きた。止めるって具体的にはどういう風に止まるん？ここで一回人間に確認してって印を置くイメージ。処理はその手前でピタッと止まって勝手には次に進まなくなるの。しかも止まった瞬間、前に話した状態保存の仕組みが働いて今の状態を丸ごと永続化してから人間の入力をじっと待つんだよ。へえ。で、その待ってる間ってどれくらい待ってくれるの？すぐ答えないと途中でリセットされたりしない？それがね、無期限なの。数分でも数日でもいい。状態がちゃんと保存されてるから、いつ人間が答えてもそこから続きを動かせるんだよ。数日？この承認する人が出張から帰ってからでもちゃんと待っててくれるってことかいな。そういうこと。だから複数日にまたがるような承認プロセスだって無理なく組めるの。人間が OK を返してくるまでずっと待ち続ける。なるほどな。で、人間がよし、これで送っていいよって答えたら、そこからどうやって続きを動かすの？コマンドリジュームっていうやつで人間の答えを渡すと、止まってたちょうどその地点からまた実行が再開するの。これで承認フローが一周する。この人間が介在する仕組みが言語機能として一級で用意されてるファーストクラス API ってやつ。 AI が下書き、人間が承認送信って流れを本番でも安全に組めるんだよ。なるほど。それなら僕も安心して任せられるね。でもこれ、本当に業界標準って言えるほどみんなに使われてるの？なあきなこ、さっきから業界標準って言うてるけど、ほんまにそんなにあちこちの企業で使われてるん？正直ちょっと話を持ってる気もするねんけど。いい疑問だね。でも先に一番大事なとこを正直に言うね。実は市場シェアが何%みたいに業界標準を数字で断定できるデータは公開されてないの。シェアの数字そのものがないの？じゃあ業界標準って結局みんながなんとなくの雰囲気で言ってるだけってことを？ちょっと不安になってきたよ。そこも正直に言うね。ガートナーやフォレスターみたいな第三者機関のシェア評価は今回いくら探しても見つからなかったの。でも代わりの強い証拠があるんだ。実際に本番環境で動かしてるっていう公式の採用事例がこれでもかってくらいたくさん揃ってるの。へえ。証拠って例えばどんな会社が使ってるの？僕でも名前を聞いたことあるような有名なとこもあるの？ウーバーに JP モルガン、リンクトイン、クラーナ、どれも自社の公式ブログでランググラフを本番で使ってるってちゃんと名前を出して公表してるんだよ。しかも GitHub のスター数も約 37.7K。 これは世界中の開発者から支持されてる証拠で、しかも誰でも実測で確認できる数字なの。おお、名前を聞いただけでガチで現場で使われてる感がめっちゃ伝わってくるわ。これはさすがに説得力あるな。そうなの。だから市場シェア何%とは言えなくても事実上の標準、デファクトとして広く見なされてるっていう位置づけならちゃんと妥当なんだ。なるほどな。ほな、その公式の採用事例もスター数もダウンロード数も全部そのまま信じてしまってええの？そこは分けて考えてほしいの。ダウンロード数や採用企業ロゴはラングチェーン社が自分で出してる自己申告値で、独立した第三者の監査は受けてないんだ。だから信じ方をこう分けよう。公式の採用事例は事実として信じて OK。 市場シェアの断定数字は存在しない。ダウンロードみたいな自己申告値は参考程度ね。だから業界標準って言葉も鵜呑みにしないで、デファクトにかなり近いくらいの温度感で捉えるのがちょうどいいバランスなの。いや、今日は一杯教わったな。AI エージェントを本番で動かす急所の話、すごく濃かったね。頭の中がすっきり整理できたよ。そうだね。急所は3つあったよね。まず状態をチェックポイントで永続化すること。途中で落ちても続きからちゃんと動けるようにするの。次に中断と再開、インタラプトで人の判断を挟んで途中からまた動かせること。ここがヒューマン・イン・ザ・ループの肝なんだよ。最後に人間の介在、
大事なところは人が確認してから先へ進めるこの3つのどれか1つでも欠けると本番でつまずきやすくなる急所なんだよ。ああ、なるほどな。つまり流行りの道具を入れさえすれば本番で動くってわけちゃうんやな。そういうこと。道具選びの前に状態の保存、中断再開、人の買い合っていう急所を抑えるのがずっと先なんだよ。乱舞グラフが本番で選ばれてるのもその急所を低いレベルで自分の手でしっかり握れるからなの。派手さより地味な足回りの強さなんだよ。ね、ここで聞きたいの。あなたのチームがエージェントを本番に出せないとしたら詰まってるのはどの急所かな？みんなの詰まりどころ、僕もすごく気になるな。よかったらコメントで教えてね。はあ、今日のリサーチで飼い主のタブレットの充電また結構使っちゃった。バレてないといいんだけど。そもそも AI エージェントの市場がどこまで本物なのか、その POC 地獄の全体像は別の動画でデータごと深掘りしてるから気になった人は覗いてみてね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。